前回のあらすじ。幸子から送られたひろみ宛ての手紙。アパートの住人たちに聞いたが、手紙はみんな知らないという。その後、幸子の学校に向かったひろみは、幸子が試験盗難の事件に巻き込まれていたことを知る。幸子に疑いがかかっていたが、そこには疑問が残る。この前は学校を調べたわけだけど、今日は3日目、水曜日です。白川学園の調査も終わって帰ると、アパートでは新たな事件の予感が。室岡幸子の通っていた白川学園の捜査も一段落して、ひろみはみんなの待つ管理人室に帰ってきた。ひろみは自分の部屋に入ると死んだように眠り込んでしまった。そして目が覚めた時、ひろみは3日目の水曜日の朝を迎えていた。自分の部屋を出て居間に行くと、いつの間に来ていたのか、大岩刑事がテーブルについて朝食を食べていた。なんでここで朝食食べてるの？やっとお目覚めかい。昨日は学校から帰るまで待っていたのに、帰った早々寝てしまうものだから、こうして話を聞きに来たってやくさ。ごめんなさいね。いつも私が聞いているから、ここでは私が聞いたことに答えるわね。それで、室岡さんが通っていた学校で何か分かったかい？幸子が自殺未遂を起こして入院した原因らしきことは分かったわ。ほう、聞かせてもらおうか。幸子は試験問題の紛失事件で疑われていたみたいなの。彼女が放課後の遅くに一人で職員室から出てきたのを運動部の子が目撃しているの。そして、翌日の朝に用務員室の人が調べたら、試験問題の用紙が1枚なくなっていたらしいの。セーラー服から出てきた試験用紙のことだな。幸子のセーラー服から出てきたのは、確かに紛失したものと同じなの。でも気がつかなかったかもしれないけど、あれコピーされたものだったのよ。コピーってことは別の人が元の用紙持ってる可能性あるね。そしておかしいことがあるの。職員室のドアなんだけど。幸子が職員室から出てきたのを目撃した子は、幸子がドアを閉めて出てきたと言っているのに。翌日はドアが開いて発見されているのよ。誰かがその後に職員室に入ったってことか。職員室の隣にある生徒会の明かりが遅くまでついていたのを同じ子が目撃しているのよ。室岡さんがもう一度部屋に入ったってことは、図書室の女の子が、幸子と一緒に帰っているの。だから考えられるのは、花島くんってことになるの。自分から聞きもしないのに喋ったんだけど、偶然にも、幸子が入院していた病院の院長は、花島くんのお父さんなんですって。話をまとめると、その花島くんが室岡さんに何らかの形で関係しているってわけだな。それに学校で起こった試験問題の紛失にも。でも、依然として、具体的な証拠がない状態なの。謎はなぜ、幸子が試験用紙のコピーを持っていたのかと、職員室から出てきた理由ね。室岡さんからひろみくん宛てに送られた手紙が重要な鍵を握ってるってことには変わりないわけだ。それだけでも分かったのはお手柄だよ、ひろみくん。へへへ、見直した。そうそう、写真見て思い出したんだけど、室岡さんのお母さんから電話で連絡があり、葬儀を今週の金曜日にするそうだよ。学校には今日連絡するって言っていたね。そう、もしかしたらその時に星川くんに会えるかもしれないわね。今日は2階の水木さんから家賃をもらう約束をしている日だろう。後で忘れずに集めてきてくれよな。大岩さんとの話が終わったら、すぐに行くわよ。兄貴、俺もそろそろ学校に出かけるね。行ってらっしゃい。さあ、私たちも行きましょうか。まずは、家賃をもらいに水木さんのところかな。ここは水木玲子の部屋の前です。ドアをノックしても返事がありません。ドアのノブに手をかけると、ドアは静かに開きました。中を覗き込んだひろみの顔色は、みるみるうちに真っ青に変わった。部屋の中に見えたのは、ベッドの上でぐったりと倒れている水木玲子の姿だった。水木玲子の唇から漏れた血は、ベッドのシーツを赤く染めていた。ひろみは急いで大岩の待つアパート前へと向かった。どうしたんだい、そんなに慌てて。水木玲子さんが部屋で殺されているの。今警察に連絡するからここを動かないで。パトカーが到着し、大岩は慌ただしく動いている。今鑑識を呼んで部屋を調べてもらっているからもう大丈夫だよ。現場には入れるかな？水木玲子の部屋に入ると、鑑識官たちが部屋の中で忙しそうに立ち回っていた。子供が入ってきちゃいかん。このアパートの管理人さんですか？何が原因で亡くなったんだろう。詳しいことは検視官が解剖してみなくては言えませんがね。まあ自分の目で見てみればどうですか？亡くなった時間は？それこそ検視官の領域の仕事だよ。
我々ではわからんね。わからないのか。水木玲子は、ベッドの上に倒れて死んでいます。部屋の中では鑑識官が忙しそうに、部屋の中を調べています。首を絞められて殺されているね。それもこれは素手で首を絞めているね。部屋にはベッドが置かれており、あとは日用品と家具が置かれているだけの普通の部屋です。部屋は整然と片付けられています。部屋の他の場所とは対照的に、ベッドのシーツは荒々しく乱れており、ベッドの上で水木玲子が抵抗した跡があります。鑑識官が話しかけてきた。これは顔見知りの犯行だね。部屋の他は乱れていないで、ベッドの上だけ乱れているのが何よりの証拠だね。顔見知りか。ベッドの上からシーツに隠れて、白いものが見えています。よく見ると封筒です。宛名は、山崎ひろみになっています。手紙は水木が持ってた？そこにある封筒、私宛てみたいなんですけど。君宛ての封筒がなんでこんなところにあるんだ。確かにちょっと怪しいか。この封筒は持っていていいですか？ちょっと待ってください。この封筒は封が開けてあるな。中の手紙は入ってないな。中身ないの？君宛ての封筒でもあるし、事件に直接関係なさそうだから構わないよ。事件に関係あるなら犯人が見逃して忘れるはずもないだろうしな。いいんだ。まあいいならもらおう。差出人は室岡幸子とあります。しかし、封筒の中には何も入っていません。一体中の手紙はどこに行ったのかしら。とりあえず、アパートの住人に聞き込みしてみよう。2階の水木玲子さんが殺されたんだって。詳しく聞かせてくれよ。死因は何なんだい？ですね、なんで私が答えなくちゃならないんですか？君はこのコーポ山崎の管理人だろう。そして僕はここの住人で、殺人事件がコーポ山崎の中で起きた。さらに被害者はコーポ山崎の住人だぞ。はいはい、私は管理人でした。わかりました。そんなに言わなくてもいいでしょう。死因は何なんだい？首を素手で絞め殺されているんですって。管理人さん、試しに僕の首を思い切り絞めてごらん。胴体首を絞めるって案外力がいるだろう。かなり握力の強い男の仕業だな。死亡時刻はいつ頃かな？検視官の人が調べてみないとわからないそうですけど。そんな答えで引き下がってきたのかい？いいかい？死後硬直の状態でおよその時間はわかるはずなんだから、そのぐらい聞いておいでよ。それじゃ聞いてきますよ。あれ？なんか展開が。死後硬直？そうだな。この状態だと死後6時間から7時間ぐらい経っているな。その時、ベッド脇の目覚まし時計のベルの音がけたたましく鳴り響き、まるで起こす人がいなくなったのを察知したように鳴り止んだ。時計の針は、午前9時を指していた。昨日の夜の2時から3時頃ですって。金目のものは盗まれてなかったかい？それじゃ聞いてきますよ。やっぱりパシリにされてる。それが普通なら、銀行通帳やキャッシュカードぐらい持っているはずなのに、探しても見当たらないんだ。取られてる？銀行通帳がないそうですよ。部屋は荒らされているのかい？ベッド上以外の部屋は乱れていないので、鑑識官の人は顔見知りの犯行だろうと言っていたわ。僕もそう思うな。顔見知りの犯行となると犯行時間近くに水木玲子を訪ねてきた人物がいたかどうか調べる必要があるな。それじゃ聞いてきますよ。この人なんで、こんなに興味津々なの。外にパトカーが止まっているからなんだろうと思っていたら、2階の水木玲子さんが殺されていたなんて怖いわね。顔見知りの犯行なんですって。そういえば2階の浪人生の彼が、水木さんの部屋に時たま出入りしていた男の人のことを言っていたわね。それは確認しないと。眠いのに何ですか、一体。ごめんなさい。お隣の水木玲子さんが誰かに殺されたものだから。本当ですか？僕はほとんど話をしたことがないからな。出入りしてる男のこと聞いてみよう。ほら、僕の部屋は2階で3部屋あるうちの階段側の部屋だろう。だから階段の上り下りの音が気になるんだ。水木さんはいつも夜遅く帰ってくる音が聞こえるんだけど、たまに男の人が階段を上る音が重なって聞こえるんだ。どんな人だったかわかるかな？朝方帰る時に窓から見たんだけど、短い髪の毛のヤーさんっぽい人だよ。でも昨日は水木さんが夜に一人で帰ってくる音しか聞こえなかったな。どれぐらいの時間かな？水木さんは決まって夜中の2時頃に帰ってくるんだ。昨日も同じ時間だったよ。それから朝まで起きていたけど足音は聞かなかったな。徹夜？隣の水木さんが殺された。管理人さん、あなたね、こんなところでのんびりと話をしている場合じゃないでしょ。だから調査してるっての。彼女の部屋は身なりの良くない男の出入りが多かったようだから自業自得じゃないですか。あなたも部屋を貸す相手は選んでくださいよ。2階の島根さんの話だと、水木玲子はいつものように夜中の2時頃一人で帰宅したそうです。それから朝までは誰の足音も聞いてないそうです。それじゃ、まるで犯人はこのアパートの2階の住人みたいじゃないか。犯人は早い時間に合鍵を使って水木の部屋にいたんじゃないかな。
犯行時間以外でも構わないから、水木玲子の部屋を昨日一日訪れた人間がいないか聞いてくれないか。はあ。これは関係がないかもしれないんですが、2階の細井さんを訪ねてきた女性がいたんです。聞かせてもらえませんか？私が仕事を終えドアの鍵を開けようとしていると女性の方が細井さんの部屋の場所を訪ねてきたんです。お教えしましたけどね。女性？ 30歳ぐらいの綺麗な方でしたよ。話し方も丁寧で、失礼ですけどなんでこんな方が細井さんを訪ねてきたのかと思ったぐらいです。いつ頃の話だろう？私が帰ってきた時間ですか？午後7時頃ですけど。さあ、僕が予備校から帰ってきたのは夜の9時頃だけど、それから2階への出入りはなかったんじゃないかな。私を訪ねてきた女性ですか。あ、生命保険の勧誘ですよ。断りましたよ。管理人さん、言っておきますけど、水木玲子が私の娘か血縁者で、その保険金目当てなんて陳腐なことは考えないでくださいよ。保険の勧誘の女性が、細井さんの部屋を野々村さんに尋ねているぐらいで、他に生えないみたいですね。時間は、昨日の午後7時頃です。そうなるとアパートの住民全員が怪しいな。皆のアリバイを確認しておいた方がいいだろうな。僕のアリバイかい？聞いてくれよ。昨日の夜は取材で、金丸不動産の社長さんと銀座で朝まで飲んでいたんだ。僕も十分怪しいな。案外、僕が犯人だったりしてね。散々調べさせておいて。一応、他の人全員のアリバイを聞いておいた方がいいだろうな。いい取材が君からできて助かったよ。ありがとう。記事にするつもりだ。昨日の夜は、テレビの深夜映画を3時まで見ていたの。ストーリーオフファイヤ。だけどよかったわよ。ビデオ、テレビじゃなくビデオで見たんじゃってことか。モーターの故障したんで、修理に出しているの。ビデオで見ていたと思うなんて心外だわ。昨日はアルバイトを休んで徹夜で勉強をしていたんだ。予備校で前期の模試があるものでさ。でも、アリバイとしては弱いわね。アルバイト？暇な時には週に3日ぐらい駅前の牛丼屋でアルバイトをしているんだ。昨日は試験の採点をしていたので、1時頃まで起きていましたよ。それからすぐに出ましたけど。みんな、そこまでのアリバイはないかな。夕方になったら水木玲子の勤めていたスナックに出かけ聞き込みをする予定だけど、どうする？もちろん私も行きます。それじゃ、今日の午後6時になったら、迎えに来るから管理人室にいてくれよ。そう言うと、大岩刑事は車に乗り込んだ。ついに第一の犠牲者が出てしまいました。私の出した封筒がどうして水木玲子さんの部屋にあったのでしょうか。話の舞台は、大岩刑事と山崎宏美が水俣玲子の勤めていたスナックにやってきたところから始まります。今回はここまでにしておきましょうか。まさか、アパートの住人が殺されるとは。まだ、つながりがよくわからないですね。そうだね。関係あるんだろうけど。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。